こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインなどの仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルっていうことで考えております。概要欄の方にチャート名、それから証券会社、貼ってありますので参考にしてください。銘柄操作方法のリクエストなんかあると嬉しいです。またこのチャンネル、応援できるよ、共感できるよっていう方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて今日画面をちょっと出したんですけども、スイングトレードの中の、ビックス指数を使った UVXY という珍しい銘柄になります。1ヶ月前にこの銘柄紹介はしたんですけども、なかなか解説がうまくいかない。この仕込んだものを利確したんですね。で、また仕込もうかと思ってるんです。要は仕込んで利確して仕込んで利確してっていう珍しい銘柄なんですけども、なかなかこういう銘柄って、人気があるにもかかわらず多分難しいんだと思うんですね。なんで、レバレッジコントロールとかもしないといけないし、いろいろ管理が大変ということで、種まきするにも知識がいるんではないか。で、YouTube でも探してもなかなか出てこなくて、で、この熊の方が、説明をしているので、今日は前半にビックス指数のウルトラショートの、簡単な銘柄紹介。それから実際にトレード実況として仕込みっていうのを見てもらおうかなと思っております。ちょっとレベル的には中級者かなと思うんで、話がわからないこともあるかもしれないです。トレード中心にね、実況していきますので、よろしくお願いいたします。それでは UVXY について詳しく解説をしているので、最初に概要をちょっと聞いていただきたいと思います。お願いします。いつするんだっていうくらいにはもう大チャンスです。本気でもう全力で投資することを私はお勧めいたします。で今回はですね、投資法ですとか、なぜそんなに儲かるのかっていうね、今日具体的に解説していきます。私が試算してるんですけれども、勝率が 80% 以上でリターンが2倍になるっていうデータが出ました。そもそも UVXY って何っていう基本的な知識をですね、皆様に。UVXY とは、プロシアンス・トラビックスの ETF と。はい、これ覚えなくていい。よく聞くのが、GMO クリック証券です。米国 BI ブル ETF っていう名前で商品がありますので、こちらの方が有名かもしれない。ここで私が言いたいのは、ビッグというものと、先物っていうものの2つを組み合わせた投資商品っていうのが UVXY っていうものになっていることなんです。ですので、まずとは何か、先物とは何かっていうところをただし、詳細に説明すると、またそれで1本ずつの動画になってしまうぐらいなので、今回は、チャートの形をもとにシンプルに解説いただきます。では、まず、X 指数が何かと申し上げますと、平常時はですね、10から20の間を、ちょっと事件が起きると、30からぐらいになって、今回みたいにコロナの大恐慌が起こると、80ぐらい。で実際ですね、チャートを見ていただきたい。こんな感じです。これは2011年から2020年の5月まで、平常時と事件発生時と大恐慌が発生した時で3つのゾーンに分けてみるとこうなります。ブルーゾーンが平常時です。イエローゾーンが何か事件が起こった時で、レッドが大恐慌。このチャートを見た時に、ここピョコンって出てる場所何箇所かあります。ここでそれぞれ何が起こったかと申し上げますと、こんな事件が起こる。2011年はギリシャショックがなのでビッグ近くになる。2015年はチャイナショック。これ一時的にですけど50の値超えてますよね。2019年です。20を超えてる時間が結構な。これは米中貿易の影響。2020年ですね。このショックのチャートを見ていただけると、事件が跳ね上がるんです。必ず元に戻るの水準に必ず戻ります。これだけ覚えてください。ビックス指数というのは、事件が起きる跳ね上がりますが、必ず元に戻るってことだけ覚えてください。
で、先ほどは VIX 指数の話をしました。ただ UVXY っていうのは VIX 先物に連動してますので、VIX 先物と VIX 指数って何が違うのかっていうところをご説明いたします。もうこれもですね、チャート見ていただければ一発ですけど、こんな感じですね。2019年の7月から11月までですね、4ヶ月間の冷やしのデータになってくるわけですけれども、VIX 指数っていうのは10から20の間をうろうろして事件が起こると跳ね上がってまたうろうろしてっていうのを繰り返すんですけれども、VIX 先物っていうのはほぼほぼ VIX 指数に連動するんですけれども、だんだん値段が下がってるんですよね。こんな感じですね。この違いがあります。なので、先物は指数原子とも言うんですけれども、これと比較すると下落し続けるという性質があるんですね。これは恐慌が起ころうと起こる前と平常時が続こうが続く前とっていうのは関係ないです。仕組みとして下落し続けるということですね。じゃあなんで先物は下がり続けるのかと申し上げますと、先物というのは保険みたいなものだと思ってください。で、保険は同じ保証の場合は期間が長い方が価値が高いですよね。でも何も起きないとどんどん保険の価値が下がっていくんですよ。これグラフにするとこんなイメージですね。開始日から30日間の保証期間がある保険と2日間しか保証期間がない保険とどっちが価値が高いのかって比べたら当然30日ですよね。例えば28日経って残り2日になりましたっていう状況ってもうその保険ほとんど価値ないですよね。だってあと2日間しかないわけですから2日間の保証ってすぐ終わっちゃいますよね。要は保険が高い状態から時間経過するから保険の価格が低くなっていく。時間経過によって低くなっていく仕組みっていうのはこういう理由があるからなんですね。ストップします。いやー、すごいわかりやすい。で、これ何を言いたいかというと、初心者の方だといつも株とかだと安くなって高くなるだろうと思って買ってって利益が出て高いとこで売ってく。VIX っていうのは米国株の S&P500 の恐怖指数。要するに S&P500 が下がるとこれが上がるんですね。この銘柄が。で、なんで今時期そうするか。今 S&P500 すごい調子いいんですよ。下がり続けてたので。で、利確しました。この1ヶ月以内にもしかしたら仕込んでおけば、皆さんもしかしたらこの S&P500 がこの1ヶ月以内で下がるかもしれない。ということで、ちょっとここで僕ももう一回保険をかけたいなということで、このショートの、銘柄を選びました。ただ、これ知ってると本当に勝率は高いなっていうことは僕もチャートを見れるようになってきてちょっと分かってきた。早速ですけども、今日はこの仕込みっていうのをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、UVXY の仕込みをしていきたいと思っています。簡単にチャートの方説明しますね。UVX の VIX 指数の冷やしになります。見てください。これコロナの水準の時に1317ですね。ここからバーっとジェットコースターに下がってますよね。で、今、下がりすぎてて、これ冷やしだと全然見えないですよ。これちょっとこれで拡大します。下がり続けてますよね。やっと見えました？そうですね。はい。現在が22.7。ここで利益を確定しました。下がってますよね。で、GMO クリック証券の方をお見せしますね。米国 VI ブル ETF 決済買い発注数が9個で、指値で約定済み、利益が5663円。2万円分買ってました。いろんなものを安く買ったり、世界の株を買ったりとかしたいので、VIX は2、3万円ずつ入れて、毎月ちょこちょこ収穫をしていきたいというふうに考えてます。それではまたチャートの方に戻って、ここからどういうふうに考えていくか。これ下落トレンドしかのチャートは出してません。上昇トレンドはトレンドがないで、事件が起きた時にパーンと上がるんです。S&P が1下がると、この銘柄は3上がると考えてください。これかな？直近7月19日の時に S&P が1回下がったんですよ。38まで上がりました。29ぐらいで買ってて、すぐ損が出たんですね。でも、余力を残してたので、それを待って、ここで利確したと
いうことになるんですけども、今回はですね、ペーパリングがいつ来るかわからないんですけど、で、そのラインは30、もうここで行きたいと思います。30.1 これですね。で、一回ちょっとこれアラートを入れます。30.1 はい。30.1 ですので。で、こうちょっと見えますかね。前買った時僕 29.4 から指し値売り 0.2 ずつ10個と書いてあります。なので、これをちょっと変えます。30.2 から指し値売り 0.2 ずつ10個と変更します。はい。じゃあこれを実際に実行していきたいと思います。まずその前にインフォメーションでちょっとレバレッジとか確認しますね。GMO クリック証券のインフォメーションになります。ハイレバ ETF のこちらですね。米国 VI ブル ETF UVXY 証拠金が1ロットで498円ですね。10個買おうとしてます。ただ、レバレッジがあるので、またこれもレバレッジを低くする作業もします。取引時間はアメリカですので、22時30分から翌5時ということになります。レバレッジ、もともとこれが3倍の値動きをします。で、ハイレバが5倍ですので、3倍の値動きとレバレッジ5倍ですので、普通に500円で投資してたら15倍の値動きをします。500円なら7500円ですね。という銘柄です。はい。それではトレードの方に行きたいと思います。いつものように複合注文。銘柄を ETF かな ?ETF で、米国ブル ETF にします。現在、売りの方が 22.59 になってます。売り。で、有効期限の、まずごめんなさいね。これはいつもイフダン OCO ですけども、指し値だけ入れておけばいいか。利確しないもんな、まだ当分。そうですね。では、まず1個目。指し値、翌週末、数量が1と 30.2、22点、ほとんどこれスプレッドがないですね。22点、30.2 でいいと思います。30点で1つは、はい、注文を確定します。受け付けました。注文の確認です。はい。まず一つ目。売りで 30.2 ロスカットレートが自動になります。それでですね、これまだここのロスカットレートの変更は後で一気にやります。次行きますね。売り。数量1。これでですね、次に 0.2 ずつって書いたじゃないですか。これをどんどん、アラートが鳴った。IOST が。はい。すいません。0.2 ずつこう上げてきます。ということで、次が 30.4 ですね。30.4 と入れます。で、指し値、よく確認。30.4。二つ目。一気に行きますよ。次が 30.6。週末、ドン、ドン。次、売り。30.8。ドン。次、売り。30、指し値、翌週末、ドン、ドン。今これで、一応確認しますけど、5つ入れたかな ?1、2、3、4、5、5つ入れてますね。はい。あと5つ入れます。次が30、31。あれ ?31 じゃないな。31.2 か。31.2。翌週末。はい。次、売り。31.4。こんなで今7つ目。売り。31.6。喋りながら間違えそうです。次、売り。31.8。ね。ここまでたどり着かないときが。売り。32。ほい。これで、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そうですね。10個 0.2 ずつ上げていってます。はい。ここからですね、こうやってピョーンと上がってきたらロスカットされるじゃないですか。なので、この証拠金を入れるんです。ここが結構大事で、ロスカットされたら元も子もない。この間7月ここで上げたのがここなので、用心してですね、最初に、5月12日でそういえば暴落しましたね。この領域まで上がっても大丈夫なように設定します。48まで上がって、結構金かかるかなこれ。48.7。はい。変更。ロスカットレートして、48.7。いくら取られるんだろう。1727円です。500円で3倍だから、いいですね。5倍レバレッジが5倍になりましたので、これでいいと思います。48.7 でいきましょう。はい。次。48.7。48.7、ここの部分をちょっと大きくしときます。点線入れときます。ここまで上がったら、世紀の大暴落ですね。次。48点。地味ですけど、不労所得ですからね。これを労働と捉えるかですね。はい。あと最後ですね。48.7。ロスカットの方のレートも全部 48.7 に変わっています。いくら投資したことになるかな？一つが、2200-300円で10個だから、約2万2、3000円。ということで、ちょっと難しい種まきというか、ウルトラショートという銘柄ですけど、規制がかかって買えなくなっちゃうんですよね。今、差し値を入れとかないと高くなったから売れると思ってやると売り規制です。ここで仕込んでおくんですね。ちょっと変わった銘柄ですけど、これも株とかトレードの、面白さというか、これを10万円、100万円とか入れてると面白くないと思います。いろんな銘柄を分散投資して買って楽しんでるということになります。はい。そんなとこです。今日はどうもありがとうございました。